皆さん、プロポーズしました。でもですね、皆さん、プロポーズって言われると何を思い浮かびます？野球のレストランとか花畑とか指輪ですよね。でも僕の場合は違いました。場所はただの自宅、音楽もない。ねえ、今年中に籍入れる。そうしようか、みたいな。そんな感じでした。ロマンチックな韓国人男ではなく、気づいてら決めてた男になっていました。今日話すことは3つです。1つ目、どんなプロポーズだったのか。2つ目、なぜ僕は彼女と行きたいと思ったのか。3つ目、彼女はそしてなぜはいと答えてくれたのか。今日は僕が一番人生の意味を感じた瞬間の話をさせていただきます。1つ目の話、どんなプロポーズだったのか、マッキーさん、軽く教えてください。はい、まず彼はプロポーズはしていません。どういうことですか？状況的には私がリビングで携帯いじってゴールデンウィークにどこ行こうかなって考えてました。で、パク君はベッドでゴロゴロしてました。で、私がインドとかネパールとか本当は行きたい国あるんだけど、ゴールデンウィークにはなんか日数的に行けないな。韓国なら行けるかな。パク君がちょっと就職する前の余裕あるうちに結婚するみたいな話を昔からしてたから、ゴールデンウィークに韓国一旦行って、そういう段取り進めるのも悪くないな。ってするのどうすんのっていうことで、パク君に話を振りました。そうですね。流れですね。プロポーズとか付き合うときは、はいいきなり来て、付き合ってくださいというよりかは、ある程度付き合うんだろうなとか、プロポーズかなみたいな。僕も、そういう話を昔からしてて、で、それがたまたまのタイミングで、今年の日程を考えると、ここかなっていう、この、ラストパズルがパンチャンと合わさった瞬間があるんですね。でも僕も、プロポーズはしようかなって思ってたんですよ。プロポーズした時期の1ヶ月、2ヶ月後、中で、俗にある高級レストランでも結婚してくださいとか、リンクがパシャーと出てきて、みたいなことあるじゃないですか。考えていたんですけれども、たまたまそこでパズルがあったので、ボールが来たので、返したという感じですね。だから、二人で話し合ったのは、東京の夜景が見える綺麗なところをいて、ステーキこうやって切りながら結婚記念というか、婚約の正式な模試でことを、しました。婚約記念のディナーをした。それで、パク君はサプライズプレートでケーキを出してくれました。それでプロポーズということにさせていただければ。今知った。すいません。で、2番目の話で、じゃあなんで僕は決心が立ったのかっていう話ですが、俗にある居心地が良くてみたいな話あるじゃないですか。結局それに尽きるかな。もう幸せの僧侶で居心地かける時間じゃないですか。でも居心地すでに良いっていうのがその時点で分かっていたんですよ。その時同棲して数ヶ月経ってましたし、旅行とか行って1ヶ月2ヶ月ずっと一緒にいても疲れる気持ちが一切しないっていうのがあったんですね。性格もよく合ってて、僕は指揮官的にこれやろうみたいな、この段取り立ててやること好きなんですけども、マッキーの場合はどうだった？マケは自分で意思決定をするのがめんどくさいからもう全部決めてほしいタイプです。相性がめちゃくちゃ良くて、僕もどっちでもいいんですけども、自分でこうやって組み立ててやりたい時があって、旅行行く時とか、大阪3泊4日行くとしたら、1日目は大阪に行って2日目は京都行ってみたいなことをやりたいタイプなんですけど、マッキーは、何でもいいよみたいな、もうずっとホテルで行ってもいいよみたいな感じなので、そういう性格がよく合いました。し、一回も喧嘩がしたことないよね、付き合ってから。前兆すら一回もなかったよね。っていうのもありますし、この人変わりそうだなっていう余地もあんまないですし、激変するかも。変わる余地というのもなかったですし、他で言うと、お互い年齢を28同じ年齢だよねっていうのもあったから、今年というか、結婚するかなというふうに思っていました。これ以外にも言い切れてない理由がもう山ほどあるんですけれども、僕の言語力が貧しいので、皆さん、納得いかないなと思ったら、それ以外もなんとかあるというふうに理解してもらえるというのも、っていうのが僕の話だったんです。っていうので、3番目の話なんですけども、じゃあなんでマッキーは OK してくれたのかっていう話を聞きたいですね。もう OK してあげたとかじゃなく、なんかプロポーズっていうとさ、結婚してくださいっていうお願いでさ、いいよっていう許可じゃん。そういうのじゃなくて、もうお互い準備ができてて、いつでも OK だよって思ってたから、別にOK だよねって感じ。でもさ、どんな男でも良いとかじゃないじゃん。やだ。それがなんでなのって。2、3ヶ月ぶりの登場だから、マッキーの話聞きたい人多いと思うんだよね。悪いところが一緒にいてないし、楽だし、どんどんニヤニヤしてる。してません。楽だし、プラスのことが多い。一緒にいて気持ちが病まない。
翌日のこと考えて仕事だなとか思ったりするけど、なんかパク君といると意識がパク君に行くから人生の楽しいことに目が行くようになった。パク君と何しようかなとか、何食べようかなとか、これから起こる楽しいことに目が向くようになったから、今ニヤニヤするの我慢してるんでしょ。いや、今、ニヤニヤしてるのはですね、皆さん、のろけるための動画ではなくてですね、近所報告兼、後からいきなりもう結婚して何年目ですっていう話もあれだから、途中で報告みたいな感じになるとしてるんですけど、笑っちゃったと言いますか、そんな感じですね。ああ、なるほど。最初の頃と比べて、これ、知らなかったな、みたいな。パク君の一面、想定内。そうですね。なんか初めて会った時から、パク君の当時、なんか動画でも言ってたけど、家賃3、4万のヤバアパートでのヤバい暮らしとか話聞いてたから、気取らない人とか、なんか高級なもので身の回りを固めない人とか、そういうイメージはできてたし、もうそのあたりも同性で、なんか飾らない人だなって思ってたから、一緒に暮らしてきて、とかはない。でも一個不満があるとしたら、歯磨き粉を共通で使ってるんですけど、パク君は合理主義だから、蓋をいちいち閉めないで使ってて、もう日焼け止めとか化粧水とか蓋を閉めないで、そこまで効率中なんだって思って。これ、正確に同じことを韓国人の友達にもドン引きされた。そうだよ。みんなするよ。いちいち開けて閉めてて、時間と少しだけの精神の労力かかるじゃないですか。だってさ、蓋開けっぱなしだったら歯磨き粉カピカピに固まって毎回ストレスだったの。すいません。反省いたします。あとさ、YouTube やってるじゃん。隣で見ててどんな気分になったのか。最初の頃は、マジで家でずっと YouTube のことやってたから、でやばくなってやつれてるなって思った時はあったけど、別にそれも対処して、投稿頻度減らしたりとかしてやってたし、なんか好きでやってるからさ、別に誰かの指示でやってるわけじゃないから、好きにしたらって感じ。でも、私が多分見てないところで嫌なコメントとかも他にはあると思うから、それだけ心配。まず9時から5時まで、この研究室の時間をきっちり決めてるので、その時間ちゃんとやってます。で、それ以外の時間帯、夜とか週末とかで、編集やってたりするんですけども、基本楽しくてやってる仕事なので疲れるっていうのはないんですね。あと、編集とかも周りの人とか、外注でお願いしている場合なので、時間的な負担を減らしています。確かに、ヘイト的なコメントあるんですけれども、僕どちらかというと、いつも言ってる通り、好きな人同士で繋がりたいなと思っていて、いつも応援してくださる皆さんと交流できれば嬉しいかなというふうに思っております。で、最後、これからの意気込み、僕もマッキーも付き合うとか結婚するって日頃の日常を温厚に幸せに生きていくためのものだというふうに僕思っていて、これからも僕もマッキーも幸せな、日本生活を楽しみたいというふうに思っております。日本に最初来たこと10年前ほどなんですけれども、こうやって東大という優れた環境の中で優れた人たちと勉強させていただいて、マッキーといういい縁も出会うことができて、本当に僕にとって日本に出会えたっていうのは嬉しいことと言いますか、大きな服の中の一つとしてあったのではないかと思っております。そんな中でこうやって YouTube として皆さんとつながって韓国と日本のいい交流が作れていることに対してとても嬉しく思っていますし、私の活動を通じて皆さんが韓国のこと少しでも好きになってもらえたら、そして日本のことも少しでも誇らしく思ってもらえたら大変嬉しい所存でございます。これからも皆さんのために、そして日本人と韓国人のために全力で頑張っていきたいと思いますので、ぜひパク君の東大留学チャンネルをよろしくお願いいたしたいと思っております。はい、今日も以上パクでした。アンニョン。